皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の12月の16日月曜日ですね。時間がまたしても遅れまして、日本時間の夜の9時51分ということで1時間、20分ぐらい遅れましたね。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、政府と日銀と民間銀行は三位一体で国民を騙す、国民資産横領のからくりとは何かということでナンバー1ですね。ということで今日のワイワイニュースライブは通算で2901回ということです。現時点で、音声も映像も問題なく配信されているということですね。K さんがコンティニューコインですね。それから初耳さんが今日のメインテーマをリツイートしてくれました。ということで今日の放送の最初はいつものように、一昨日ですね、金曜日12月の13日夜放送しましたメインテーマ、12歳のカナダ少女ビクトリアさんが2012年にカナダ公共銀行協会で講演したテーマ、腐敗した銀行制度、この内容を書き起こしたものを再掲したと、私の7つの注釈をつけましたということなんですね。初耳さんがいつものようにコンティニューコインたくさんいただきましたね。1、2、3、4、5、6、7枚ぐらいですね。ありがとうございます。ということで、先週金曜日のメインテーマを YouTube 向けに表紙に作ってくれました。腐敗した銀行制度。12歳のカナダ少女ビクトリアさんの写真と、それから7つの注釈をつけましたということで、翌日にこのメインテーマをブログ記事化してるんですけど、過失訂正、する場合が多いんですけど、このテーマに関しても7つじゃなくて8つの注釈、をつけたということなんですね。石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたということです。ということで、先週金曜日の放送の現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが304名様、YouTube が342ですから、全部で646名ということですね。そして今日の画像ですけど、今日の画像はですね、安倍内閣の支持率、これ、トピックスで、取り上げたんですね。共同新聞、共同通信のあれで内閣支持率 42% と不支持率が逆転と昨年12月以来と共同通信調査ということで、これもでっち上げなんですね。これほどの悪行を繰り返し、もう7年間も国家権力犯罪を積み重ね、嘘を嘘で、塗り固め、公文書を改ざんし、ありとあらゆる、悪行を繰り返している安倍晋三がですね、あるいは安倍晋三内閣がなんで 42.7% もの支持があるのかと。せいぜい 10% とか 15% でしょ。だからこれもでっち上げなんですね。だから安倍内閣の支持率 42% で不支持率が逆転したということで、喜んでたらダメなんですよね。これ自体も、ね、でっち上げだということを見抜かないといけないということなんですね。これのあれは明日ですね。プリントアウトするの忘れましたんで。で、2番目の画像ですね。これ面白いんですけど、ローマでですね、新しい運動が始まったと。これ、イワシ運動って言うんですね。これか。イワシなんですよ、これ。イワシ。これは何かというと、要するに、イタリアで猛威を振るってる
極サルジニが率いる同盟ですね、いわゆる大衆迎合のファシスト極右ファシスト政党、これに反対する反ファシスト運動なんですね。なぜこのイワシなのかというのが面白いんですね。さすがイタリア勢ですね。でこの同盟を率いてるのがちょっと待ってください。サルジニっていうんですね。それでイタリア語で、ちょっと待ってください。でこのイワシっていうのはサルディーネっていうんですね。でかけたんですよ。イワシ、サルディーネとそれからサルビーニというのをかけてイワシ運動ということで反ファシズム運動として大変盛り上がったと。ローマで3万5千人が集まったというんですね。これがいわゆる反ファシズム運動として大きく盛り上がる可能性があるということなんですね。面白いですねこれね。ローマ中心部でイワシの絵を手にイワシ運動のデモに参加する人々という、これは AFP ですね。違うわ、読売新聞だ。珍しく読売がこういう記事書いてるんですね。でちょっと読みますね。イタリアでポピュリズム大衆迎合主義に反対する勢力イワシ運動が盛り上がりを見せていると。12月14日にはローマに結集し大規模抗議集会を行ったと。警察によると3万5千人が参加したと。欧州で極右政党の台頭に反発の罵しを上げたもので他の欧州諸国にも波及する可能性があると。イワシ運動は欧州連合 EU 穏健派で自国第一主義や移民排斥を主張する右派同盟、会議派だ、会議派、穏便派じゃないや、EU 会議派で、自国第一主義や移民排斥、トランプと同じですよね。右派じゃなくて極右でしょ。極右同盟のサルビーニ党首に対抗するため今年11月イタリア北部ボローニャで結成されたと。そうですね。だから地元なんですよこの同盟のサルビーニの極右ファシスト政党同盟のいわゆる本拠地がこのボローニャなんですね。北部ですから反ファシズムを掲げていると。運動名のイワシ、イタリア語でサルディーネはサルビーニという名前に引っ掛けたと。イタリアでは昨年6月同盟と新興左翼政党五つ星運動の連立政権が発足したが移民問題などあらゆる政策をめぐる対立から決裂したと。今年9月に同盟は下野し五つ星と中道左派の民主党による連立政権に切り替わった。だがサルビーニは現在も高い人気を誇り来年1月の地方選挙で同盟が息を吹き返すと予想されていると。イワシ運動は同盟や極右勢力の候補の当選阻止を目的に各地で抗議集会を重ねてきたと。同盟は今年5月の欧州会議で躍進し欧州議会でも影響力を強めていると。イワシ運動はポピュリズムへの対抗勢力として欧州に広がる可能性も指摘されていると。なかなかいい記事ですね。面白いですねこれね。イワシ運動ということです。砂ずきんさんですね。いつも毎回ありがとうございます。初めて、視聴のご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますということですね。から翔さんがコンティニューコインから砂ずきんさん、
政府と日銀、今日のメインテーマですね、民間銀行は三位一体で国民を騙す国民、資産横領のからくりとは何かという今日のメインテーマですね。から石森さんがこれ読みましたね。配信スタートしましたということです。今まで取り上げたところをアップしますね。先週金曜日の放送。これはマイナス21になりました。で、私の注釈をつけましたということですね。から現時点での視聴者数が全部で646名と。この辺が、実数かもしれないですね。落ち着いてきたということでしょうね。から今日の画像、共同通信、逆転した、支持と不支持が逆転したっていう、またしても謀略的なでっち上げですね。もともと逆転してるんですよ、こんなの。今更っていうのを全くのでっち上げでしょうと。大体40% 以下にはしないというふうな取り決めマニュアルがあるんでしょうね。K さん、本日ワイワイニュースということですね。今日のメインテーマリツイートしてくれましたね。ということです。で、今日の今日の画像で今日の注目情報ですね。これは金曜日にジム・ロジャーズさんのこの本を朗読した中で、非常にいいこと書かれてた第5章の金融業界が儲かる時代は終わりつつあるという部分を書き起こしたんですね。で、特にこの金融業界が中心の社会から、それじゃ次にどのような社会になるのかと彼は言ってるんですね。それは実物経済だと、実体経済だと彼は見抜いてるんですよ。だからここをちょっと今日の注目情報として、書き起こしたということなんですね。で、ここの部分を読みますね。書き起こし、ジム・ロジャーズ、金融業界が儲かる時代は終わりつつあると。第5章、これからの時代に勝つ投資で、ページが191から193ページなんですね。書き起こし始め、木が天まで伸びることはないと。つまり天井知らずに上がるものなど、この世に存在しないのだが、バブルに特有の熱狂や興奮を目にすると多くの人はまだまだ上がると思ってしまうと。今私が危ぶんでいるのはアメリカの株式市場だと。リーマンショックにより2009年3月に、底を打って以降10年近くも上昇を続けていると。多くの人々がアメリカの株式市場はまだまだ上がると期待を寄せているが、歴史を学んでいれば上昇相場はいつか必ず止まるものだと分かるはずだと。またすでに世界中の人々は金融業界に否定的な感情を抱いていると。このことも株式市場にとっては不安材料だと。ウォール街に集う裕福な投資家や銀行家が過去30年から40年の間に莫大な金儲けをしたことに対し、人々は怒りを感じていると。聖書にはイエス・キリストが裕福な両替商を邪悪として神殿から追い出したと書かれているが、それと同様の感情を現代の人々は抱いているんだと。金融業界で私は大儲けすることができたが、こうした時代は終わろうとしていると。1970
1958年には世界に5000人ほどしかいなかった MBA ホルダーは今やアメリカだけでも5万人を超えると。金融業界はかつてなく競争が激しくなっているのだと。現代に生きる若者は MBA を取るよりもトラクターの運転を習った方がよほど良いと思うと。これは冗談ではないと。今後数十年のことを考えると金融業界はあちこちで悲惨な状況に陥るだろうと。中国の金融業界で働くのであれば政府による後ろ盾が期待できるが、その他の国の金融業界で成功できるとは思えないと。金融業界の時代が過ぎた後は何が起こるのだろうかと。これは歴史が明らかにしてくれると。実物経済の時代が来るんだと。ロシアの小説に出てくるような金持ちの農民の時代が再び訪れるかもしれないと。日本人が農業をすれば成功できると私が考える背景にはそうした理由もあるんだと。これですね。ということで、これをアップしますね。土山純一さんですね。いつもありがとうございます。お茶箱10とコンティニューコイン2枚ですね。書き起こし。木が天井まで天まで伸びることはないと。株価の上昇はいつかは止まるんだと。私が今危ぶんでいるのはアメリカの株式市場。リーマンブラザーズ倒産ショックにより2009年3月に底を打ってから上昇10年以上上昇が続いていると。だから彼はアメリカの株が暴落すると、それをきっかけにして世界的な金融恐慌が起こるだろうというふうに、数ヶ月で起こるだろうと。これが世界経済の終わりの始めだろうというふうに言ってんですね。またすでに世界中の人々は金融業界に対して否定的だと。莫大な儲けをしたことに対して怒りを感じていると。まさにそうですよ。で、聖書にはイエス・キリストが両替商を神殿から邪悪者として追い払ったということが書かれていると。金融業界で、私は大儲けをすることができたが、そうした時代は終わろうとしていると。1958年には世界で5000人ほどしかいなかった MBA ホルダーは今やアメリカでも 5万人を数えると、超えると。それで、金融業界はかつてなく競争が激しくなっていると。時代に生きる現代に生きる若者は MBA を取るよりもトラクターの運転を習った方が良いと思うと。これは冗談ではないということですね。いわゆる金融経済ではなくて実体経済、実物経済で生きろということですよね。今後数十年のことを考えれば、金融業界はあちこちで悲惨な状態になると。
中国の金融業で働くのであれば政府による後ろ盾が期待できるが、その他の国の金融業で成功できるとは思えないと言い切ってるんですね。そして、じゃあ金融業界の時代が過ぎた後何が起こるんだろうかと。これは歴史が明らかにしてくれると。実物経済の時代が来るんだと。これですよ。だから来るっていうのは待ってれば来るんじゃなくて、我々がそういう時代を作るってことなんですね。それが市民革命なんですよ。待ってても来ないんですよね。逆に人類全体が滅亡するような事態に陥る可能性が強いと。それも2、30年後にと、こういうことなんですね。で、ロシアの小説に出てくるような金持ちの農民が時代が再び訪れるかもしれないと。日本人が農業をすれば成功できると私が考える背景にはそうした理由もあると。そういうことです。だから実体経済の時代にやはり我々が時代を変えていくと、こういうことが絶対必要なんですよね。というのが今日の注目情報です。そして、ジム・ロジャーさんの本ですね。これ今日は第56回目の朗読ですね。大衆のヒステリーを見抜くと、こういうことでちょっと長いんですね。4ページですけど、ここを読みます。大衆のヒステリーを見抜くと、感情はマーケットを動かすエンジンとなり得ると、時として大衆はニュースに過剰反応するからだと、買う必要のないものを慌てて買ったり、売らなくてもいいものを投げ売りしたりすると、投資家の心理がそういったマーケットの動きに拍車をかけ、人々はますますパニックに陥っていくと。こうした時にこそ投資のチャンスを見出すことができるものだと。1966年995ドルだったダウ平均株価はその後長い低迷期を迎えたと。1979年のビジネスウィーク誌は株は死んだという有名な見出しをつけ、誰もが信じてしまったようだが、そんな空気が残る1982年に私は株を買い始めたと。周囲からは奇妙に思われていたようだが、彼らが奇妙に思えば思うほど嬉しかったもんだと。私が大衆に逆らうことができている証だったからと。バブルが起きる頃には逆に全ての人が株に手を出していると。街角のカフェや理髪店、病院に行けば受付の周りでも人々が株のことをしゃべると。そうした兆候を見て賢い投資家は逃げ出し、相場が暴落する。結果その他ほとんどの人々が損害を被るのだと。外国人が特定の国にお金をつぎ込み始めた時も引き際と考えるようにしていると。外国人はほとんどいつも判断を誤るもんだと。先日ある人がベトナムに投資すべきだと私に言ってきたから、私はベトナムに投資をしないことにしたと。もしベトナム人が外国人に見限られるような弱気市場であれば、ぜひとも投資候補のリストに加えただろう。こうした大衆の心理や感情を理解できれば投資で勝つことができると。これを言い換えると、投資で勝ちたければ大衆の心理に自分が巻き込まれてはならないということだと。人は群衆心理に駆られやすい生き物だと。プロフェッショナルを名乗る人々でさえ時には群衆心理に駆られてしまうと。ドットコムバブルで大損したエコノミストを思い出せばそのことがわかるはずだと。短期投資に限らず長期投資においても感情にとらわれて失敗する人がなんと多いことだろうかと。年利 8% の複利で運用できれば世界中のほぼ全ての投資家よりも良い成果を得られるにもかかわらず、ほとんど全ての人がじっと待つことができないと。最初の 2,3 年だけ大儲けをしてその後に大損をしてしまうのだと。人の話を聞いて
ひっきりなしに売り買いをするような投資家が成功できるはずがないと。とはいえ、私自身何度かマーケットでパニックを起こし、大損をしたことがあると。オイルショックが起きた後の1980年に、私は原油の供給が需要を上回ったことを確認したと。そのためしばらくすれば原油価格は下がるだろうと踏み、原油を空売りしたのだ。ところが予想に反して中東で起きた戦争によってマーケットは原油の供給不足を懸念し、原油価格が跳ね上がったと。つまり私は価格が上がりきる前に売ってしまっていたというわけだと。この時私は自分が失敗したと思い、慌てて値上がりした状態の原油を買い戻すことにしたと。ここから改めて値上がり益を狙うつもりだったのだが、原油価格は間もなくもともと私が予想してた価格まで値を下げ始めたと。時すでに遅し、私はこの取引で大損をしてしまったと。あの時のことを振り返ると、自分がパニックになっていたことがよくわかると。投資家はパニックになってはいけないと理解していたにもかかわらずと。原油価格を支えるファンダメンタルズが崩れていることを私はきちんと把握していたのだから、冷静に踏みとどまるべきだったのだと。その頃はまだ群衆心理の強さというものを熟知していなかったと。事実を調べずに願望や欲望だけで物事を判断しようとすると、大衆の考えや心理に流されてしまうと。みんなが同じような投資をしたがっている時こそ、冷静に需要と供給のことを考えるべきなんだと。ただ冷静に判断するには知識だけではなく経験も必要なのだろうと。大衆のヒステリーに飲まれずに冷静に判断するのはそう簡単なことはないと。例えば現在混乱が続くベネズエラの株式に投資をしていた人はパニックになるかもしれない。しばらくは値下がりする可能性があるからだ。しかしここを持ちこたえることができれば5年後には大満足しているかもしれない。若く経験の浅かった頃の私であれば、値下がりが始まった途端に他の人と同じように、ベネズエラは大変だ、すぐに売るべきだと慌てていたと思うと。そして損をした後になってベネズエラの株価が上昇していることを知り、後悔していただろうと。今の私は少なくともベネズエラに駆けつけて状況を見極めようと考える。そして人々のパニックをよそに正しい判断をすることができる。これが経験の力だというところですね。冷静ないわゆる大衆のパニック、ヒステリーにに流されないということは、こういう株の投資等々とは関係ないところで、我々のいわゆる世の中を見る目は絶対必要ですよね。ということで、今日の朗読箇所です。そしてあと5章は明日火曜日ですね。最後のところ、間違いから学ぶと。これで5章が終わって、で最後は後書きですね。だからあと2回で終わるんですね。明日火曜日とそれから木曜日で終わります。でこの後すでにご案内しましたけど、これがね、グレタさんのたった一人のストライキという、お母さんが書かれた本、結構な300ページぐらいの分厚い本ですけど、これを100回ぐらいですかねで、読もうというふうに思っています。ということで、今日読んだところのタイトルだけですね。でもジム・ロージアーズさんのやってる投資っていうのはギャンブルですからね。原油の空売りとか株とか等々っていうのはギャンブルでこのギャンブルを主催者は必ず儲かると。
そして、上位のせいぜい、5% とか 10% の人が儲かって、あとは全部損するという世界ですよね。パチンコの世界と同じですね。あるいは何ですか、ロトみたいな宝くじ。だから金融経済自体をもう解体するということが必要ですよね。実体経済が中心となる健全な経済に変えていくということが必要でしょうね。それで今日のメインテーマですね。メインテーマ、政府と日銀と民間銀行は三位一体で国民を騙す国民資産横領。政府と日銀と民間銀行が三位一体で国民を騙す国民資産横領のからくりとは何かと。これは今日のメインテーマなんですね。で、このからくりは非常に巧妙に仕組まれ、かつ野党政治家も学者も報道機関も評論家も市民活動家も誰も取り上げ批判しないので、 99.99% の国民は知らないまま騙され続けているということなんですね。じゃあこの三位一体の国民資産横領のからくりとはどうなっているのかということなんですけど、1、政府ですね。政府は財務省に国債発行権を認める法律を起案して成立させ発布したと。この法律とは何かというと財政法というんですね。で、財政法の第4条に公共事業費出資金及び貸付金の財源については国会の決議を経た金額の範囲内で公債を発行し、または借入金をなすことができるということなんね。だから公共事業費、それから出資金及び貸付金の財源に関しては国債を発行して、借り入れができるというのはこの財政法の第4条に書かれているんですよ。だから政府自体がこのように、財務省に国債発行権を認めるような法律を自ら起案して、自民党が多数を占めている国会で、成立させ発布させたという法的な根拠をまず作るわけですよね。これが1で、2番目、同じように日銀にですね、貨幣発行権を認める法律を政府は作って、それを成立させて発布したと。この法律は何かというと日銀法なんですね。その第1条に何が書かれているかというと、日本銀行は我が国の中央銀行として銀行券を発行するとともに通貨及び金融の調整を行うことを目的とすると。これが根拠になるわけですよね。日銀が独占的に通貨発行権を持っているという法的根拠がこの日銀法第1条なんです。から3つ目、民間銀行ですね。民間銀行、政府は民間銀行に準備預金制度を認めるという法律を起案して成立させると。じゃあ準備預金制度とは一体何かというと、これはいつも言ってますように、民間銀行に一般の預金者が預金しますよね。その総額の 1%、準備預金利率っていうのが決まってるんですけど、ずっと 1% で推移してるんですね。これ世界各国共通なんですよね。 FRB もそうですし ECB もからイギリス、イングランド銀行も全部 1% なんですよ。ということは預金者が集めた預金の総額の 1% を中央銀行に預託すると100倍の信用創造が直ちに生まれるということなんですね。で、準備預金制度というわけのわかんない何を準備するのかと
いうことなんですけど、要するに信用創造なんですよ。ですから民間銀行は、私たちが、学校で習うとか、あるいは経済学者が解説する説っていうのは、民間銀行が個人とか企業とか地方自治体とか政府に金を貸す原資は預金者が預けた預金だと、預金の中から貸し付けるんだというふうに習ったんですけど、そんなことじゃないんですよね。1% の預金総額の 1% を預託するということで、たちまち100倍の信用創造特権が、信用創造が生まれるという銀行業、日本の場合は500ぐらいの銀行というのが認められてて、信用創造特権を与えられてるんですよね。でもほとんどがメガバンク、3つのメガバンクとか、あるいはゆうちょとか、あるいは農林中金とかという大手がほとんど信用創造特権を利用して莫大な金をですね、高い利子をつけて、貸し付けているというのが現実ですよね。で、この法的根拠は何かというと、これは準備預金制度に関する法律っていうのがあるんですよ。これは1957年にできた法律で、1957年ということは自民党が保守合同で成立したのが1955年ですから、57年というのはまさに岸信介が幹事長で、首相になるかならないかっていう、首相になったのか、1957年だから、岸信介が自民党の初代内閣総理大臣に任命された最初に作った法律がこれなんですよね。だからこの内容っていうのが国民誰もよく分かんないと。アメリカから来た法律そのままを日本の法律にしたということで、第一条何書いてあるかというと、この法律は通貨調整手段としての準備預金制度を確立し、我が国の金融制度の整備を図るとともに、国民経済の健全な発展に資することを目的とするという、何が何だか非常に抽象的なことしか書いてないんですけど、実はこの100倍の信用創造特権を銀行に与えるための与えるのが目的だったんですよね。ということで1、2、3がそういうことですね。それぞれに信用創造特権を与えるための法律を作ったと、自民党が。で4番目、それじゃ何するかというと、政府財務省は毎年国債を発行するということですよね。それでここ2、3年は政府財務省は毎年約200兆円もの国債を発行しているということなんですね。赤字国債40兆なんていうことで、そればっかが、新聞に出るんですけど、他の国債に関しては何の報道もないということなんですけど、実際はですね、1、2、3、4、5つの国債が発行されてるんですね。で、最大のものが、仮開催というやつなんですね。仮開催っていうのは約100兆円で、毎年今まで、発行した国債が償却の時期に来るということで、10年国債は10年後ですよね。5年国債、等々で、それが毎年100兆円の国債を償還しなくちゃいけないということで、その原資を新しい国債で、払うと、民間銀行に払うというようなのね。それプラス毎年9兆円もの利子を払うということで、109兆円が仮開催として、
国債発行してるんですね。で、結局100兆円の借金を100兆円の国債で、返済するということなんで、国債の総額は変わんないんですよね。マイナス100をプラス100でやるとゼロになりますんで、結局この仮開催っていうのは実質的な国債の増額にはならないということで、どこも話題にしないんですけど、これがまさに、日本国民が強いられている、借金を借金で永遠に返すと。その間に9兆円もの利子を民間銀行に国民が払うというとんでもないことが起こるからくりなんですよね。で、次に、一般会計の赤字約40兆円を補填するための赤字国債ですね。これは一般会計の赤字を補填する財源と。で、3つ目が建設国債といって約毎年20兆円ぐらい。これはゼネコンとか原発マフィアなんかが、経団連大企業なんかが行う公共事業の財源として使われると。これは、特別会計の方に繰り入れられるんですね。から4番目。これは在当国債って言って、銀行、証券会社、投資銀行などの金融機関への投資財源と。これ、だいたい20兆とか21兆円ですね。これも特別会計に繰り入れられるんで、国民の目には触れないと。から5番目が約10兆円のいわゆる短期国債と。これは一般会計の方に繰り入れられるんですけど、これは政府の日常の業務に必要な財源ということなんですね。この5つがあるんですよ。で、その総額が200兆円ということなんですね。そして次で、これは政府財務省が毎年200兆円の国債を発行して、で民間銀行は政府発行の国債の総額に等しい200兆円の資金を政府に貸し出すんですね。で、そんな金あるのかということなんですよね。民間銀行あるんですよ。日本の民間銀行の預金残高っていうのは1000兆円以上あるんですね。2017年3月末段階で1053兆円ですから、200兆円なんていうのは簡単に貸し出せるんですね。で、貸し出したものを最後は日銀が買い取りますんで、日銀が買い取り、そして政府が年間9兆円もの利子を払ってくれるんで、ウハウハなんですよね。で、政府は民間銀行に、国債の利子を支払うと。で、これは毎年約9兆円あるということですね。で、次に日銀は最後は民間銀行が保有している国債を貨幣発行、いわゆる1万円札を増刷して買い取るんですね。だから日銀が1万円札をどんどん吸って民間銀行が所有している国債を買い取るというとんでもないシステムなんですね。だから銀行は国債 100% 安全で利子付きの国債を全額引き受けて声を太るというシステムなんですよ。それで日銀が民間で実際に、買い取った国債総額っていうのはいくらになるかっていうと、今年の3月末で469.9 兆円も買ったんですね、日銀が民間銀行から。ということは 409.9 兆円の現金が民間銀行に
投入されたっていうことなんですね。そして日銀は買い取った国債を資産計上するということで、2019年の9月末の日銀総資産は全部で569.8 兆円になったということで、日本の GDP540 兆円を上回って、世界一の資産規模を持つアメリカの中央銀行 FRB の総資産を抜いちゃったんですね。世界一になっちゃったんですね。で、10番目。その結果何が起こったかというと、日本政府の借金残高は1100兆円まで膨れ上がったと。今年の3月末で。で、日本の GDP の 2.36 倍あって世界最悪の状態になっていると。これがこのからくりなんですね。結局国民のツケに回されているということでしょう。で、ナンバー2としてこんな複雑怪奇な国民騙しのからくりを廃止して国債なんか発行しないで直接日銀が政府に融資すればいいんじゃないかということになりますよね。これがナンバー2なんです。で、ビクトリアさんの講演の中でもわざわざ民間商業銀行が政府の発行する国債を引き受けて、そして高い利子を政府が払って、で最後は中央銀行が民間銀行の保有する国債を買い取るというバカな腐敗した銀行制度をやめて直接、中央銀行が政府に金を貸せばいいじゃないかと、低利子でというふうに、彼女は当然のこと言ってるわけですよね。ということです。時間が47分38秒ですね。33名様、全体69名様、コメントが22件ということですね。ということで、今日のポイントをですね、三位一体の国民騙しの国民資産横領の壮大なからくり、99.9% の国民は知らないまま騙され続けていると。非常に巧妙に法律で、法的根拠を持って巧妙に、組み立てられてるんですね。だから野党も学者も報道機関も評論家も市民運動活動家も誰も取り上げない、誰も批判しないから、99.9% の国民は知らずに騙され続けていると。だから 99.99% っていうことは純金のあれですよ。純度と同じですよ。それほど完璧なんですね。だからこれは単に日本だけじゃなくて全世界の政府と中央銀行と民間銀行が三位一体でこのような壮大な国民騙しの国民資産横領を仕組んでいるということですね。単に日本だけじゃないんですよ。そのことに気づいて、そして市民革命、運動を起こして市民革命政権を樹立して、この三位一体の馬鹿げたですね、腐敗した銀行制度を廃止するということが我々の今すべき最大最高の仕事でしょうね。で、三位一体の国民資産横領のからくりと何かということですね。で、それは法的根拠を作るわけですよね、彼らは。必ず
国会で成立させた法律が根拠になっているということなんですけど、最初は、政府が財務省にですね、国債発行権を認めるような法律を起案して成立させ、発布したと。で、日本の場合は財政法の第4条ですね。国債発行権を認めたんですね。これ作ったのは自民党ですからね。国会は唯一の国の立法機関であるというにもかかわらず、歴代自民党政権は内閣が起案し、内閣法制局が手伝って、自分たちが目的とする目的を達成するための法律を自分たちが作って閣議決定して国会に提出して、で国会の多数派を握っている自民党を中心にして法律を成立させて、施行するというパターンでずっと来たわけですね。で、財政法の第4条、公共事業費、これがいわゆる、建設国債なんですね。それから出資金、これが財党国債で、貸付金、これが赤字国債の財源については議会の議決を経た金額の範囲内で公債を発行し、または借入をなすことができる。これが根拠になっているんですね。から2つ目の根拠、政府は日銀に通貨発行権を認める法律を起案し成立させ、施行したと。これは日銀法の第1条なんですね。1988年ぐらいに初めてできたんですよね、これ。それまでの日銀法っていうのは、戦前にできた、1940何年にできた戦前の日銀法がずっと機能してて、でそれには第1条に書いてあるような日本銀行は銀行券を発行するっていうのは一行も書かれてないんですよね。だから法的根拠のないまま戦後の日本というのは30数年間違法状態で日銀が銀行券を発行していったと、こういうことなんですね。これが銀行券の発行を信用創造特権を与える、日銀に与えるための法律ですよね。そして3つ目、民間銀行に、準備預金制度を認める法律を起案して国会で成立させ、施行させたということですね。認める。これが岸信介が首相になって一番最初に成立させた法律なんですね。アメリカの要求で。これは準備預金制度に関する法律第1条。何のためっていうのが全然抽象的で、何のためこんな法律が必要なのというふうに思うほど漠然としてるんですね。この法律は通貨調整手段としての準備預金制度を確立し、我が国の金融制度の整備を図るとともに国民経済の健全な発展に資することを目的とすると。何なんだということですよね。これを根拠にして準備預金制度っていうのはできてるんですね。で、こういう法的な根拠ができて初めて政府財務省は毎年国債を発行するということで、近年は
ここ3、4年はですね、毎年4、5年か、約200兆円の国債を発行しているということですね。このことも新聞には出てこないんですよね。赤字国債のことしか出てこないんですね。40兆とかね。その内訳、の1、10兆円の借換債、利払い国債。これは毎回言ってますように、毎年今まで発行した国債の償還期限が来た国債が約100兆円あると。それを返す原資がないんで、国債を発行して民間銀行から100兆円を借り入れて、そして9兆円の利子を払うと。こういうことなのね。1、借換債と。2、赤字国債。一般会計で、税収が60兆円あるとすると、歳出規模が100兆円ぐらいですから、40兆円が不足すると。この40兆円の不足分を赤字国債発行して民間銀行から借り入れると。利子を払って。それから建設国債、ゼネコン、あるいは原発マフィア、経団連大企業が実施する公共事業のための財源なんですね。約20兆円と。そして、約20兆円の在当国債ということで、これは銀行、証券会社、投資銀行などの金融機関への融資財源ということなんですね。これも新聞ではほとんど出てこないと。隠されてるんですね。で、5番目が約 10兆円のいわゆる短期国債といって、各省庁の財源ですね。高久さんですね。お久しぶりです。山崎さん、本当お久しぶりですね。大分にずっとお住まいなんですかね。なんか地方選挙に出るとかなんか言ってたじゃないですか。あれはどうなったんですかね。そして政府は民間銀行に全ての国債を買い取らせると。それは民間銀行にとっては美味しいですよ。利子が入るし、そして元本は国が保証すると。最終的には日銀が買い取ってくれるということなんですね。そして民間銀行は政府発行の国債の総額に等しい資金を政府に貸し出すと。これが200兆円ですね。で、それじゃあ民間銀行が200兆円もの金を政府に貸し出せるのかということなんですけど、日本の民間銀行の預金残高は1051兆円あると。で、優に200兆円なんていうのは貸し出せるんですね。高久さん、はい、別府市議選に立候補して落選で、今は令和新選組を応援しつつ YouTube で発信するとしてます。令和の三井義文さんにご助力してます。そうなんだ。いいですね。だからぜひ令和新選組も地方組織を早急に立ち上げないとダメなんですね。だから大分の令和新選組大分で、地方組織を作ってもらいたいですね。
五つ星運動が成功したのは、地方組織がすごいしっかりしてるんですね。それでミラノとかローマとかトリノとか等々の市長っていうのが、女性市長が全部五つ星運動出身の市長なんですね。だから中央で政権を取るためには、地方組織がしっかりして人材もそこから輩出するということが絶対必要なんですよね。中央だけ狙ってもダメなんですよね。一度令和は公募はしないですね。もう私は、ということで、令和新選組が今度の総選挙で例えば40人ぐらいの衆議院議員の当選を可能になれば政権取れますよね。いわゆる野党の中心部隊として登場できますんで、ちょうど1984年の日本新党が40人ぐらいじゃないですか、当選して、それが核になって、新党を作ったと。ただ8ヶ月で放り出しちゃって細川が崩壊しちゃいましたからね。何でしたっけ。そっか。それで政府は民間銀行に国債を売りつけて、その見返りに、毎年9兆円の利子を払っているということですね。山崎さん、山中湖で地方組織を作ってるんですかということで、私は毎日こういうふうなあれで勉強会をして、で地方組織を作りたいと思ってるばっかりですね。まだ具体的には指導してないですけど。で、9兆円払っているということですね。そして日銀は民間銀行保有の国債を貨幣発行して買い取ると。で、現在日銀が保有している買い取った国債の総額は459.9兆円、460兆円買い取ったんですね。これは何のためかというと、結局民間銀行に資金を供給するためのからくりなんですよね。だから実体経済に金がいかないと、こういうことですよ。全部金融経済の方に行くということでしょ。で、日銀は買い取った国債を資産計上すると。資産に計上するんですね。そうすると今年の9月末の日銀総資産というのが世界一になっちゃったんですね。569.8 兆円で日本の GDP540 兆を上回ったと。それで FRB、世界一の中央銀行の FRB の総資産をも上回っちゃったという異常な事態が続いてるんですね。砂月にさ、鳩山橋場の円で支援欲しいとどこかの鳩山さんに道楽で政党を作るなだと、なんかよくわかんないですね。砂月さんの
山崎さん、今度コラボしてくださいと。YouTube でもツイキャスでも議論したいです。いいですね。砂月金さん、Y 投手。畑山幸雄がちょっとわかんないですね、この文章。最後10番目、その結果日本政府の借金残高は約1100兆円までになっちゃったと。日本の GDP の 2.36 倍で世界最悪になったと。これが結果なんですね。それじゃあこんな複雑怪奇な国民魂のからくりを廃止して日銀が直接政府に融資すればいいじゃないかということですよね。これはナンバー2なんです。ということです。ということで、今日のトピックスですね。内閣支持率 42%。これ、共同通信のでっち上げ。実際は 15% 以下でしょ。10% とか 15% でしょ。騙されちゃいけないよと。砂月金さん、鳩山さんが足場の円で令和を支援してほしい。どっかの党首いい氏が鳩山さんに道楽で政党を作るなだと、旧民主党も鳩山さんが作ったということですかね。どっかの党首いいって誰なんですかね、これ。枝野か、これ。立憲民主党の枝野が道楽で政党を作るなと言ったんですかね。高久さん、山崎さんではメールしますと、久しぶりに山崎節を聞けて、嬉しいですという。そうですね、1年以上久しぶりですよね。ということです。そして2番目のトピックス、イタリアでイワシ運動と、これは面白いですね。イワシ運動、反ファシズム、サルディーネとサルジーニとかけたんですね。またおいでくださいと。これは高久さんへのあれですね、コメントですね。そして3つ目、安倍政権内閣1年ぶり不支持上回ると。桜影響大で、自民党も真っ青というのは日刊現代ですね。でも日刊現代っていうのはこの共同通信等々の世論調査、内閣支持率調査の数字は正しいんだっていう前提で言ってるんですね。常に共同通信等の大手マスコミ10グループが独占している全国の安倍内閣支持率調査の数字はそもそもでっち上げで、大幅に水増しされているということを一言も一度も言わないですよね、日刊現代。他のことはいろいろ批判するんだけど、不思議ですよね。それで COP25、合意断念し先送りパリ協定ルール対立解けず閉幕ということで、
来年11月のロンドン大会まで、何ら具体的なルールが作らなかったということですね。そんなもんでしょう。それで私が不思議に思うのは CO2 の削減をせよと。CO2 が地球温暖化の原因であるからということで火力発電所等々の建設稼働を中止せよというふうに言ってるんですけど、それじゃあ原子力発電所はいいのかという、いわゆるロシア道なんかはこの COP25 を利用して CO2 削減のとりあえずの解決策は原発なんだという世論誘導を盛んにしてるわけですよね。だからそれに対してそうじゃないと、 CO2 を出す、火力発電、もダメだし、それから原子力発電放射能汚染の危険がある福島とかチェルノブイリ等々ですでに甚大な放射能汚染を引き起こした原発の危険性は人類の危機であるという観点から火力発電もダメと、それから原子力発電もダメと、唯一再生可能な自然エネルギー、風力とか水力とか等々、あるいは太陽光とかですね、あるいは他の自然エネルギーこそが人類を救うんだという主張が誰も言わないっていうのは一体何なんですかね。このグレタさんも言わないよね、反原発っていうのは。 CO2 削減をしないと大変なことになるということは強調するけど、なぜか原発を推進することには絶対反対するっていう立場表明は一言も言わないっていうのは一体何なんですかね。不思議ですよね。というのが私の疑問ですね。COP、それから米下院委員会トランプ氏弾劾を決議案を可決と本会議へ、採決ということで通るでしょうね。ただ上院が否決するというんで、彼は余裕を持ってですね、どうせ上院で否決されるんだから、なぜかこの前も言いましたけど、上院では下院では過半数なんですけど、上院では3分の2以上の賛成が必要だと言ってるんですね。で、なんで過半数じゃないのと。これもかなり暴略的ですよね。上院と下院で、基準が違うという。それから給料4倍でも英国を去る移民ということで EU 離脱に広がる不安ということで、これは朝日新聞ですね、有料記事で途中でしか見えない、読めないんですけど、やはり来年1月末にもう実際にブレグジットが実現する中で、今までEU 市民に対していろんな特典を認められてたんですけど、それが全部なくなっちゃうということで、当然ながらもう給料4倍でも祖国に戻った方がいいという人が出てくるでしょうね、大量に。だから移民労働者がいなくなるということと、それからスコットランドの独立が現実的になるということですよね。EU 残留
スコットランド独立党が結構議席を伸ばしたんですよね。だからスコットランドの独立が現実化して、独立すれば EU 残留ということでしょうね。で、今日の注目記事、NHK 新会長に安倍人脈の前田瑞穂元会長が抜擢された裏と、官邸が前任の上田会長を政権批判番組へのグリップが弱いとすげ替えたんだと、首をすげ替えたんだと、そういうことですよ。リテラですね、これね。ということです。現在、時間が23時7分ですね。日本時間で夜の11時7分と。そして、時間が1時間と18分76分38秒と。視聴されている方が同時期で28名様、全体で97名様、コメントが60件ということですね。たくさんのコメントと、たくさんのコンティニューコインと、たくさんの、ギフトですね、いただきましてありがとうございました。お疲れ様でした。今日月曜日の放送はこれで終わりです。また明日火曜日、よろしければまた合流してくださいということで、今日の放送は終わります。お疲れ様でした。